盗みが入って、家にあるもん全部盗まれちゃったんだけど、困るガラス玉があったので、それを取り返してほしいという依頼です。死が苦しいという記憶がないので、ああいうバイソンの気持ちもわからないんです。はい。では、無事、セーブも終わったの、おしまい。作者が自分で遊ぶ玉露の続きもの、ボリューム8、第2回の方を始めさせていただきます。はじめには、パッと出しとくので、こっから見る人は一時停止して読んでおいてください。では、テストプレイの方行きます。起動しますので、少々お待ちください。起動はした。で、セーブデータは一番上のやつ。はい。です。で、状況としては、ちゃんと喋っておこうね。うん。なんか、怪しいネクラな、魔法使いのお兄ちゃんから、なんか、市場価値10円程度のビー玉を、山賊に取られたから取り返してきてくれみたいな、よくわからん依頼です。はい。で、情報は集めきったし、じゃあその山に住んでるとかいう盗賊団、しばきに行くぞってなって、今山を登り始めていて、雑魚敵が出て、コンクエスト初のバトルだよぐらいですね。昔描いた狼くんの色違いですね、これ。どうすりゃいいんだ、俺。確か2ターン目か3ターン目で必ず増援をするので、テンション溜まりきってたら、もう、なるはやで増援呼ばれる前に倒せが正解なんだけど、そうだね。当然今のテンションゲージ状況ではできないので、呼ばれる前提でしばけよという、あれですね。ゲージの溜まりが悪いなぁ。これ倒せるか？なんないよなぁ、ゲージごと程度じゃ。てか、回避あんだから、もうちょっとできただろう。やだ。マルチアタック使っちゃうとなじゃあ V ラード通常攻撃でいいだろ。ゲームが下手倒しきらんやん。これはきついな一匹でもブリザルドの方来て欲しかったけど無理だったんで、次は甘んじて受けざるを得ないってタイミングで食らいつきなんだよなゲームが下手34倒しきって、一発回避を試みていった。無理では。これは無理では。そうだね、今回クリティカル初登場だったね。生きてんじゃん。生きてるけど、これは無理くないですか？いや、無理じゃないな。ないじゃん。無理じゃん。無理だね。さよなら。普通に、雑魚戦の進め方を覚えていないやつをしましたね。これでいいんだよ。ここはね。で、一匹だった。デレを引くな。さっきのは、ブリザルド通常攻撃とかせずに、待機で3ゲージ余らせときゃよかっただけだったじゃんっていうのを今になって気づいたよ。バーカ。いくつで、ライスの
放電、ディスチャージなんだけど、実は、カウンターの数で当倍のダメージではなくて、ちょっと計算式があって、当倍ではないので、ゲージ5で使った時のダメージは、ゲージ10で使った時のダメージの2、30% ぐらいにしかならないように実は作ってあるんですね。なので、ちゃんとゲージは8、9、10ぐらいまで貯めてから使わないと思ってたほどのダメージが出なくて、あれーってなったりします。ここまで来れば。それ79とかなんだ。80あるように見えるけど。でもそうだよな。80超えたら色変わるようにしてるもんな、あれ。毎月行きたいんで、一旦自己再生入れておこう。普通にペネトレで落ちるのでは落ちたわね。まあ、属性しんどいゲームやんけみたいに言われると、はいになってしまうんだけど、俺はちょっと意図してやっているので、仕様通りです。当初仕様通りです。普通の RPG だったら、まあ、雑魚戦なんてね、そんな苦労するように作るべきではない稼ぎ相手でしかないはずなんていいんだけど、まずこのゲーム稼ぎという要素が一切ないです。そもそも経験値という概念がないので、稼ぐ意味がない。稼ぎという概念がない。ちょ。で、かつ、ワンシナリオクリアタイプのゲームなので、で、かつ、このね、雪道タイプの進み方だからね、雑魚戦言うてもね、数回しか戦わないはずなんですよ。に行っちゃおう。やっぱな、このゲーム通常攻撃はガチのコパンにしてあるからな。なので、数回しか出てこないやつだったんだら、ボスみたいに苦戦するのはありえないとしても、それなりに苦戦しないと、マジで、その辺の、石ころになってしまうので、もうちょっとね、何かしら、人々の記憶に残るように作っておかなきゃなって感じです。なんで、意図的に苦戦するようにはしています。オートパンチはいるな。休憩イベントだよ。私も休憩するよ。普段だったら、ブリザルドもここまで、ナーバスにはなっていないので、ああいうなんかね、反応はしないと思うんだけど、今回はちょうどこの依頼に絡んで2回3回と、
体験したこともない奇跡みたいなことを言われていて、凹んでいる流れで来てるので、この程度のことでもちょっとね、なんかね、ぐさっと来たりとかね、なんかね、そういうのがあるわけですよ。いや、めっちゃゴクっつったけど大丈夫かな飲み物飲んでて。まあまあまあ、そんなわけで、ちょうどナンバスになってるところに、なんかそういう話が来たので、大したことない話だったんだけど、なんか V ドルがめっちゃなんかもう、しようしようってしてるわけですね。ほら。ほら。干渉組。このジョーちゃん。まあね。まあね。はい。はい。シリアスな話なので黙っておくよ。で、バイソンのツッコミはめちゃくちゃあったらしい。そんなことで悩めるのくらい平和に生きていたんでしょっていう話。で、バイソンとブリザルドの間に確執はないぞと。イチャイチャしてくれ。一応この回に関しては、わかるっていう単語の変換ちょっと気を使ってやってた気もしますよね。ボスだ。ここボスだな。あ、違うな。これあれだ。見張りしばけ用イベントだ。突撃。そう。なんかわざわざ山賊ごときのドット打つのもめんどくさかったんで、一般に斧つけただけのドットにしてますね。だってめんどくさかったんだもん。お前バス停は先にかけろ。凍結はダメージアップの効果があるので先にかけといた方が得なんだよね。もう倒せるでしょう。
凍結も入ったし。普通にペネトレで死んだわ。ペネトレ2発で終わったんじゃないの？知らん知らん知らん。知らん知らん。セーブをしようね。セーブをしようね。マップ切り替えのタイミングは不具合が起きやすいからちゃんとセーブをしようね。やり直すのめんどくさいからね。なんか、特に果たし状等々を送りつけたりしたわけでもないのになぜか玉露軍が来ることがバレてるぞということもありつつ、いっぱい入れたな。それで落ちるかはわかんないのか。じゃあマルチアタックで。一回は避ける。あとガードで。めっちゃミスってるけど、君たち。右往の周にも程がないか？別に助かるからいいんだけど。ないないなぁ。振り切るでしょう。君たち、振り下ろししてこないの？振り下ろししてこないの？まあいいけど。マルチアタックで落として、多分フリーズペネトレ4回で確定で落とせてたんじゃねえか？わからん。これはな、ちゃんとな、ステータスもな、出しているしな。なんならここにな、ダメージ倍率も書いてあるからな。計算すればどれぐらいのダメージが出そうかはな、わかるはずなんだよ。ゲーム作ってやつなんだから、内部計算も全部知ってんだからさ。分かっているからといって計算、そういうものを計算してゲームができるとは別なんだよ。もっと、多分最適解他にあるよね。分かってる。分かってる。4ターンでいけたような気がする。知らん。倒せたからよしで、ボスだよー。聞き耳は定番ですね。誰だろうねーって話。どこ、押し入りである。知り合いがいると。で、さっきの例のあんちゃんもいると。緑化の絡みもあるからね。まあ、いろいろあって、まあ、勇者パーティーが終わった後、
いろいろあって、ってことですね。ミネヤンのセリフも書いてて楽しかったなぁ。ドットも書いてて楽しかったです。結構気に入ってんだよね、ミネヤンのドット。なんか、折に触れてちょいちょい私で打ったドットですって言って出すぐらい。どうすんのが正解だっけ？まあまあ、とりあえず初手は主役をあれして、雑魚を減らしてだよな。で、本体は凍結狙っといて、あ、そこ見すんの？あんたそこ見すんの？避けたい。避けた。避けたい。避けた。8時、違う、9時半。ガードやな。あったなぁ。そうそうそう。あれですね、ライスパークてめえ回避ばっかしてんじゃねえよ、みたいなやつです。1体目はもうフリーズキャオは落ちるから、もう1体削っとくか。8回攻撃で落ちるんだけどなぁ。8回攻撃は上振れだからなぁ。じゃあ巻き菱で回避封じられたらどうすんだって話ですが、気にせず、ガードじゃない、気にせず回避しろが正解です。なぜなら通常の通常の格闘じゃねえ、殴られたとかの違って、フェイタルレート、最大ヒットポイント削る値が設定されていないので、つまり50点ぐらい食らったところで、ターン開始時のリジェネでそのうち勝手に治るってやつです。凍結当てときたいんだけどなぁ。でもザーコ1匹ぐらいだったらほっといてええから。先凍結狙おう。1匹は放っておいて、ミネアン削りに行くがい。ミスじゃねえんだよ、ミスじゃ。ミスじゃねえんだよ。ちょっと待って、命中上がってるよな。えらいやっちゃ。えらいやっちゃなっとるがな。そんなに回避率強くした？思い出してきた。思い出してきた。なんとなく思い出してきた。多分今、法外な回避80あるよね。ある。うん。知ってた、思い出した。すべてを思い出した。あ、凍結入った、いいね。いいね。そうそう、これがあるんだよ。そう。まあ、ウェポンチェンジというか、スタイルチェンジですね。いやー、この斧結構気に入ってんだよな、ドット。そう。で、まあ、2000の勇者パーティーの盗賊枠といえば、サルコとファルコンと、キコとミニアンなんだけど、ファルコンはもう完全に素早さだけで、FE でいうところ密偵みたいなところ動きをしていたんじゃないかと思った時に、じゃあミニアンどうするかっつったら、FE でいうところの山賊側だよね、みたいなことで、こっち側にやってるって感じですね。これは、
今、ミネアに凍結入ってんで100%キャンセルできるはず。はい。よし。キャンセルのエフェクトもいつかちゃんと書いてあげたいなとは思っているが、こうなってくると凍結している間は、完封できるので、安全に全部打ち消していきましょう。まあ、こうなるよね。余計なことをしている。まあ、復活するので、鳥を見て減らしつつやろうねという。避けろ。もう一回避けろ。で、ガードして、パワースイングは打ち消し。ちゃんとキャンセルと言いなさい、キャンセルと。あ、凍結はこのターンで終わる。それだけ見とけばいい。あれ、ちょっともったいねえ。凍結の更新が来たから、避けろ。ここで、ナイスでガードすると、結局次の攻撃どうにもならなくなるし、ブリザルドでなんかガードスキル使っちゃうと、ミネアンの攻撃をキャンセルできなくなるので、はい !132 点ぐらいやったらええわ。あきびし切れてるよね。まあ、これで、凍結更新できてるから、そうかなぁ。そうそう、なんか、モードチェンジ、条件があったはずなんだよな。覚えてないな。回避。は、シールド。一定ダメージ与えるとなるんだっけな。ちゃちゃ。で、回避ぶち上げてる間に、回復してという姑息なことをするので。が、ライスの、まだまだ命中も上がってるから半分ぐらいでは当たるはずなんだよな。って考えると当たりすぎじゃないかな。このまま落としきれれば勝ちだけど、手数多い方でいくか。これ当たれば勝ち。よし。だね。はい。初見で勝てたな。初見で勝てたけど、ちょっと気になるので攻略情報は後で見ようかな。はい、ちょっと短めにしてたような気がするな。これ多分クエストはいろ
まあちょっとね、その辺の話だからね。敵。この男という言い方に感じる敵、トゲ。大したものはないぞ。まあまあまあ、シリアスな話なので黙っておく以外にやれることがないな。ライスこういう時に気を利かせるのはうまいんだよな。この辺はね、この辺は割と気質情報なので。今日は、ワーカーホリックで死にそうになってるやつを仕事から引き剥がすために仕事道具を全部取り上げよったんだけど、ワーカーホリックは仕事を続けるために速攻で仕事道具を買い戻してしまったというやつですね。ワーカーホリックが思った以上にワーカーホリックだったみたいな話。盗賊とは一体みたいな感じだけど。まあまあ本当にストーリー上、全の団体なので。鍵の変換違うの意図的にやってますね、これ。ライスとミネアンで。と思ったらここでカタカナの鍵になったな。ただのタイプだった気がするな。おかしいな。まあいいわ。見なかったことにしよう。ビー玉でーす。ウェイターからしてみたら40万なんてね、みたいな。一応物価も円を使っている以上ね、まあ、当然全ての物価が同じとは言いませんけど、ある程度相場感は同じになるように考えてもらっていいはずです。田舎町のウェイターの給料がみたいな話よ。
ぶっ倒れても仕事するワーカーホリックのアホを説得してくれと。これ分かってあげられるとかまた言っちゃうわけだよね。アホだから。アホ言うな。そういう安易に分かると言ってしまう話なので、安易に分かると言ってしまうんですよ。信じろ、公務。というわけで、はい。クエスト終わって、あとはエピローグですが、42分なんで、終わりに向かいましょうということで、とりあえずね、攻略を今回見ずに終わってしまったのと、あと最近配信上でチェックボックスあれしてなかったので、見ましょう。集いあった、食らいつきあった、振り下ろき。2連続使用しないってあったんだ。知らねえ。振り下ろし。ウェポンチェンジの条件、ここに書いてあるね。後でちょっと正しいこと攻略でやります。ここで行われはね、AI がなんとなくソースコード読んで書いてるんで、外れてることが多いです。ウェポンチェンジは、生き返り両方あった、巻き菱あった、これヒーリングミストって言ってるの回復の功ですね。あった、通常攻撃あった、急所狙い、なかった気がする。ダブルアタックあった、通常攻撃、斧あった、パワースイング打ち消しちゃったなぁ。交代は見た。ちょっとこの辺見れてないんで、ちゃんと後でオフか土曜に見ます。オフか土曜に見ます。はい。じゃあちょっと攻略を。ガーゴイル戦ってこれだいぶ後だけど。ここですね。はい。ミニアンのナイフモードは、急所でのダブルアタック通常攻撃、ランダム。で、すべてクリティカルがついてる。今回からね。で、さらに、条件満たす場合、巻き菱か、回復濃厚。では、トラップとかアイテムとか演出のレベルでシステム上はバフでバフだよと。はい。で、オノモードの時は、パワースイングとスパイラルクラッシュ。これ多分全体攻撃かな。と通常攻撃で貫通50%。で、特殊コードはない。オノの時は。で、ナイフからオノ行く時は、ミリアンの攻撃が3回ダメージが100点未満だったり、ちゃんと防がれてしまった場合か、あるいはオノからナイフに行くのは、100点以上の攻撃を3回ヒットすると、ナイフに行く。でも、チェンジ使用後にカウントリセット。使用はそんな感じだった。で、ウェポンチェンジ直後のスキルが固定。へー。確かにパワースイングと使ったな、アイテムの方。古文の交代は6ターン1回、無限脇。で、交代なんで今いるやつ、削れてるやつもチェンジですね、これと。ミネア先に倒したら古文は撤退。そうしたね。ウェポンチェンジも、斧になると回避が下がるから、斧の時が殴り時なんだけど、斧の時は攻撃も痛いから気をつけろよ、みたいな感じだった気がします。アイスクラフト縦で使ってもいいんだけど、振り下ろし、古文の振り下ろし貫通 30% があるから、連続で被弾すると不利になるから気をつけようね。使わない方がいいかもね、みたいな感じですね。ウェポンチェンジがあるから、ね、あとミネアンフリーズで凍結しとかないとキャンセルがいかないからって。でも、あとクリティカルは痛いぞって話ね。で、巻き菱は私も言った通り無視していいぞと。あれそうだね。貫通ダメージ抜けるようになったのがボリューム8のにおけるアイスクラフトの弱体化なので、アイスクラフト使うと貫通してきて痛いから、素直に回避とかキャンセルで無効化してねっていうやつ。はい。そうだね。パワースイングがなんかね、貫通。アイスクラフト絶対に許さないスキルだね、これも。はい。回避しろよと。
回避運ゲーしろよと。このモードの時はもうキャンセルが打てるようにしとけよというのが攻略パターンでしたね。魔力解放薬はどっちでもいいぞと。ライスだったら、火力上がるから早めに倒せると。ウィザードの場合は自己死は減るけど、耐久戦だから時間はかかるぞって感じのこと書いてありますね。いやー、でもストレートで攻略できたの久々だな。とりあえずもう一回セーブだけして。アーカイブ増えましたか？そう。ボリューム8イラスト少ないんだよね。ないですね。4個目のイベントを見るだから。これで本当に4個目か ?5 個目じゃない？あ、イベントとしては4個目か。いや、5個目じゃない？見なかったことにしよう。はい、はい、はい。じゃ、終わり。最後に盛大な見なかったことにしようかましましたけど。はい。何もなかった。いいね。まあ、気にしない。今日は気にしない。あれは気にしない。もう終わった話だから気にしない。こっそり直しとくか。はい、というわけで、投資プレイ以上です。なんかね、さっき気にしないって言った何かがあったものの、大きな不具合もなく終わってよかったのではなかろうか。よかったんじゃないでしょうか。はい。ぬるぬるぬるっと進んで、今日は進みも良くてよかったかなと思います。最近ちょっと苦戦すること多かったんでね。はい。いや、でも、一回狼戦負けたな。雑魚戦一回負けたな。まあ、あれはああいうもんなんで、テンション低いうちは苦戦するようにはちゃんと作ってあるので、あれはあれで正しいです。はい。で、なんで次回は、また続きでイベント消化して、時間が余ったら 2% の攻略してないとこやったりとか、チェックボックスめにったりとかすると思いますので、よろしくお願いします。いやー、ほんとシリアス会はイベント中喋ることがなくて困りますね。茶化してもしゃあないしな、みたいな。かといってね、真面目に、シナリオもシリアスな私もシリアスに真面目に語ってもしょうもないしな、みたいな思って。あんなもん、受け取る人の自由なんで何を考えるか。私が言ってもしゃあないなと思って、結局休憩タイムにしておりますが、はい。皆様はシナリオの方を楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。一応ちゃんと考えて書いてるんで、はい。では、音楽もゆるゆると終わりになってまいりましたので、普段49分、50分と普段よりちょっと早いですが、終わりとさせていただきます。もし土曜の夜お時間ありましたらお会いしましょう。じゃあ、またね。